こんにちは。本日は2023年6月4日朝の9時です。カナダ・オンタリオ州トロントのユニオンステーションに来ております。この駅は長距離列車だけではなく、近距離通勤列車や地下鉄など様々な公共交通機関が乗り入れており、カナダ国内で最も利用者数の多い駅となっております。本日はここからカナダの西海岸、ブリティッシュコロンビア州バンクーバーまでの4466キロをザ・カナディアンという長距離列車に乗って大陸横断していこうと思います。運行している会社はビア鉄道という貨物中心のカナダ国鉄から旅客部門を分離独立する形で誕生した国営企業です。駅はすでに大勢の方で賑わっており、実際このうちの多くは私と同じザ・カナディアン号の乗客でした。この長蛇の列です。カナディアン号は私が調べた限り世界で3番目に長距離を走る列車で、4泊5日94時間の旅になります。もちろんこれほどの長距離列車なので寝台個室など様々な等級があるのですが、最も安い個室でも運賃20万円以上はするようです。当然私にそんなお金はないので、今回は終点のバンクーバーまでエコノミークラスの普通座席で乗り通していきたいと思います。運賃は税込み620ドル、日本円にして約6万2000円でした。カナディアン号は電車ではなく、先頭2両のディーゼル機関車が19両の客車や食堂車などを引っ張る昔ながらの客車列車です。そのうち私と同じエコノミークラスの車両は2両あります。カナディアン号という名前の通り、カナダを象徴する列車で、一世代前の10ドル紙幣にも使用車両は違いますが、カナディアン号が描かれています。私は事前にビア鉄道のホームページでチケットを買っていたので、コードをスキャンしてホームへ向かいます。ホームはこのように日本ではもうなかなか見ることができないかなり低いホームになっております。本当はこのカナディアン号の先頭に行って、先頭からバッチリ写真を撮りたかったんですけど、ちょっと理由はわからないですが、ごめんね、ちょっとこれより先には行かないでねと言われたので諦めました。先ほど長い列を形成していたお客さんのうちの多くの方は寝台個室のある後ろの方の車両へ乗り込み、私が利用するエコノミークラスのお客さんは、それほど多くはなかったですね。さあ、それではエコノミークラスの車両に乗車。このようにトロントからは3分の1ぐらいですかね、お客さんで埋まっていました。もちろん全てのお客さんがバンクーバーまで乗り通すというわけではございません。特急列車の座席みたいな感じで、シートの幅も広く非常に快適でした。このシートが革張りだったので、車両に入ったら革のいい香りがしました。新品の革財布とかそういった感じの匂いです。リクライニングもあるので結構これが倒れましたね。後ろがしばらくお客さんいなかったので、だいぶ倒すことができました。こちらはよくある網網の荷物入れ。何が入っているのか見てみましょう。まず上のこちらは安全のしおりですね。緊急時の対応を英語とフランス語の両方で書いてあります。念のため目を通しておきましょう。あとこちらはエチケット袋かと思ったんですけど、ゴミ袋ですね。こうやって壁にかけて、で自分の出たゴミをここに一度入れといて、1日に一度乗務員の方が回収に来てくれます。こちらはコンセントと USB の穴があるので大変便利。フットレストもあります。靴が汚いですね。すみません。このようなテーブルもあるので、簡単な作業をしたり、本を読んだり、食べ物を置いたりできます。シートは結構ふかふかでね、座っていて、よほど長時間ずっと座り続けない限り、なかなかお尻は痛くならないような優しい設計。背中や腰回りもふかふかです。しばらくすると係の方が切符を確認しに来ました。私の場合はメールの予約画面を見せて、そしてそれぞれのお客さんが座っている座席、一応これ自由席なので自分で座席選べるんですけど、その席の番号とそれぞれの降りる駅を紐付けて紙にして貼り付けて管理をしておりました。午前9時55分、トロントユニオンステーションを帝国通りに出発です。機関車牽引型なので加速スピードは速くなく、ゆっくりとトロントの駅を離れて行きます。駅を出るとすぐに見えるこちらは CN タワーです。トロントのシンボルで、高さ 553.33 メートルは一時期世界一高い自立式建造物でした。CN タワーの CN はこのタワーを建設したカナディアンナショナル鉄道、要はカナダ国鉄から取られているので、このビア鉄道とも縁が深いです。すれ違ったこちらもビア鉄道の客車列車です。
もしかしたらモントリオールとかケベック方面から来たのかもしれません。しばらくはカナダ最大の都市トロントの高層ビル群を眺めながらゆったりと列車は進んでいきます。エコノミークラス担当の乗務員さんがいろいろと案内をしてくださいました。出発してまだ20分ですが、前のお客さんが早速寝たいからリクライニング倒してもいいと聞いてきたので、全然いいですよと答えて倒されて寝ておりました。続いてトイレを見に行きます。トイレは各車両前と後ろの2つずつついております。まだ出発したばかりということもありますが、このようにトイレは非常に綺麗で、最終的にバンクーバーに着いてももうトイレ汚くて使いたくないなという状況にはなったことはありませんでした。このようにボタンを押して水栓で流れていきます。実際には多分タンクかなんかに汚物を溜めていて、途中の休憩駅で何度かバキュームカーみたいなのが回収に来ておりました。ここにペーパーがあるのと、あとはお湯が使えるのがありがたかったですね。さあここで私が持ち込んだものをご紹介いたします。スリーパークラスは3色ついてるんですけど、エコノミークラスにはついていないので、私はまず水を持ってきました。結論から言うとこの水はいらなかったです。水はエコノミークラスでも無料で飲めるところがありました。そしてこれはパンですね。普通のパンです。何の味もついてないパン。あとはバナナですね。やっぱり栄養面が心配なので栄養豊富なバナナを持ってきました。エコノミークラスでも軽食とか飲み物頼めるんですけど、やっぱり有料なので、できる限り安く済まそうと思って事前にスーパーで買ってきました。あとはこれサンダルですね。ずっと靴を履いていると蒸れて臭くなるので、車内ではサンダルを履いて過ごせるように持ってきました。アメリカで120円ぐらいで買ったすごい安いやつです。あとはこれも欠かせなかったですね。この首に巻くタイプの枕。あとユニクロのパーカーを持ってきたんですけど、これも必需品でした。要は防寒具として持ってきたんですけど、夜寝るとき寒いかなと思ったんですが、実際にはもう昼から冷房効きまくりで寒かったので、もうなかったらと考えるととても恐ろしいです。あとはこのブランケットも寝るとき用に持ってきたんですけど、もう実際には昼から活用しまくりでした。それぐらい車内は寒かったです。この座席の下にはギミックが搭載されており、この台みたいなやつを1段階出すと、ここに置いて足を置くように使ってもいいんですけど、さらにもう一つこれを伸ばすことによって足を、要はピーンと伸ばした状態で置ける、こういうレッグレストにもなります。そしてこのリクライニングを最大まで倒すと、後ろにお客さんがいなかったのがとてもありがたかったんですが、こうするともうほぼフルフラットとまではいかないんですけど、完全に体を伸ばした状態で座ることができるので、相当楽でしたね。あとは読書灯もついています。一通り座席も見終わったので、ここら辺で私は一旦仕事をすることにしました。最終的に車酔いみたいなことにもならなかったので、よっぽど乗り物に弱い方はもしかしたら気をつけた方がいいかもしれませんが、それほどひどい揺れはなかったです。1時間も走るとだいぶトロントの郊外に来たなという感じで緑が増えてきました。ここで貨物列車とすれ違います。この先何十回もその姿を見ることになる貨物は、やはりカナダ鉄道の中心ですので、基本的に我々旅客列車は貨物に道を譲りながら走らせてもらうということになります。これ今10倍速なんですけど、ものすごい長いですよね。長さ数キロといった長大編成もあるので、カナダの貨物輸送の勢いを感じます。さあここで隣の車両に移って共用部を見てみましょう。ここがいわゆるラウンジというところで、ここでいろいろと談笑をしたり、あとここにメニュー表があるんですけど、軽食とか飲み物を買って食べたり飲んだりできます。お酒も飲めます。あそこの中央の階段の右下のところに下る階段があるんですけど、あそこら辺でだいたい食べ物を頼んだりすることができます。係員の方がいます。そして階段を上るとここが展望車両ですね。これは楽しいですよ。この時間はお客さんそんなにいないんですけど、ここで美しい車窓を眺めたり、他のお客さんと語らうのがやっぱりこのカナディアン号の醍醐味と言ってもいいんじゃないでしょうか。簡単なテーブルとかゴミ袋も一応ついております。フットレストもついていますが、リクライニングは特にありません。椅子はちょっと材質もさっきの革張りのところとは違くて、そこよりも若干硬いんですが、最低限のふかふかはあるといった感じです。どうですか、この流れる車窓。上から太陽の光が差してくるというのもまたこれも素晴らしいですよね。またこの展望車は通常よりも高いところにあるので、後ろとか前の列車をこうやって見渡せるのも面白いです。カーブになると結構後方まで見えるので、自分は列車に乗っているのだなと実感します。
いいですよね、この雰囲気。先頭はボックスシートになっています。さらに先ほどのラウンジのところより後ろに行くと、このように食堂車みたいになってるんですけど、これはエコノミークラス用のところなのかな、ちょっとそれは分かりませんでしたが、あのような席もあるので、ああいった場所でご飯を食べることもできます。私のいるエコノミークラスはかなり前の方なので、ちょっとディーゼル機関車がちょろっとだけ見えるといったような感じです。さあ、そしてここでワシャゴ駅という最初の停車駅ですね。このカナディアン号は途中いくつかの駅で乗客の乗り降りや休憩をするんですが、この駅は特にそういったことはせずに、ただ停車していただけのように見えました。ここで私は早速1日目のお昼ご飯、もう今ちょうどお昼ぐらいなのでパンを食べます。なんか今虫みたいなのが飛んでましたね。虫か綿か分かりませんが、このパンはちょっと硬くて噛み応えがあったので、満腹中枢を刺激するにはもってこいでした。しばらくすると走り出したので、やっぱりこのワシャゴ駅は数分間停車していただけでしたね。この水は一応口つけると汚いかなと思ったので、このように口をつけないように頑張って飲んでおります。バナナも美味しかったですね、やっぱり。あとこれは以前日本から友人に持ってきてもらったガムで、こういったもので途中空腹をごまかしたりしておりました。早速ここでゴミ袋が役に立ちました。ここは五大湖の一つヒューロン湖のジョージア湾の港町です。このようにカナディアン号に乗ってると、こういった風光明媚なところにいくつか遭遇するんですけど、そういったところではだいたい車内アナウンスで、ここから先左で何々があって見どころですみたいなアナウンスをしてくれるので、非常にありがたいです。座席上の荷物棚のところに先ほどの紙が取り付けられており、これでそれぞれのお客さんがどこの駅で降りるかっていうのは一目でわかります。隣の席の青年はジャスパー駅で降りるようですね。この辺りから自然も迫力を増し、私のスマートフォンも圏外になってインターネットがつながらなくなってきました。沼やら川やら池やら水辺が増えてきて、イギリスの湖水地方みたいなそういった雰囲気です。車窓を眺めているのも楽しくなってきました。今線路が1本合流してきましたが、これは何なんでしょうね。もともと昔使われてた古い工場とかそういったところに伸びる線路でしょうか。こちらにもあります。遠くには高い煙突が2本。これは高圧電流の電線ですかね。ここでお客さんが乗り降りする最初の駅、サドベリージャンクション駅に到着いたしました。この駅では何人かが乗ったり降りたりしておりました。この時点でこの列車は2時間弱遅れています。なんでそれがわかるかというと、このようにネットにタイムテーブルが公開されているので、これを見ると、こんぐらい遅れてるなっていうのがわかります。この駅では心温まる家族同士の久しぶりの再会シーンや別れのシーンとかを見ることができました。いいですね、こういう北米のファミリーの絆みたいなものを見ることができました。この駅は数分の停車でまた再び出発。太陽もだんだん落ちてきて、夕方になってきたんですけど、ちょっと残念ながら雲が増えてきたので、この日はそんなにいい夕焼けを見ることはできませんでした。大きなカーブを進み、ケープリオール駅、先ほどのサドベリージャンクションの一つ隣の駅ですね。こちらにも停車。このようなある程度大きな町の駅でさえ、貨物駅が基本的にはメインで、旅客駅はついでにあるといったような感じで、大量の線路、そして貨物列車があります。日本ではなかなか見ることができない光景。そしてこの駅でトロントを出発して初めての休憩です。いや、めちゃくちゃ疲れました。とりあえず今日トロントを出発して初めての30分休憩、ケープリオール駅というところです。結構たくさんのお客さんがここで休憩しています。休憩はだいたい1日2回あるっぽいです。このケープリオールの次はもう深夜2時半とか、1時間半遅れてるので3時とか4時ぐらいになると思うんですけど、その時間は寝てるかなと思いますので、今日唯一の休憩がここケープリオールです。もうすでに9時間乗ってて、これでようやく10分の1、もうこれは果てしないですね。結構今回割と気楽にチケット買っちゃったんですけど、相当覚悟を持って買わないと大変な目に遭います。こっちの方の寝台個室ならまだしも、エコノミークラスで100時間はマジでしんどいですね。ただ自然が美しいのが、救いというか、車窓を眺めてるのは結構楽しいです。休憩中に隣の席に座っている青年に話しかけられました。彼は何でも学生時代に日本の埼玉県に3ヶ月住んだことがあるって言ってましたね。チェコ出身で、チェコ語っていうのがあるそうなんですけど、それにしても英語がペラペラですごい優秀な学生さんだなと思いました。私の語学力がないばっかりにあまり会話が弾まず申し訳なかったです。
さあそして列車に戻るともういい時間なので夜ご飯ということで、昼ご飯と同じものを食べるんですけど、パンを食べました。こんなに明るいので混乱しそうですが、もう夜8時です。日本の寝台特急サンライズ出雲瀬戸号と同じように、これから先朝まで放送はしません、サービス再開は何時ですみたいな放送をしていました。夜ご飯も済ませたので歯を磨くことにしました。この列車にはオープンな洗面台みたいなものはないので、どうしてもこのトイレを一定時間占領してしまうのは多少申し訳ないですが、これは仕方ありません。他の方もそうしていました。歯磨きから戻ると客車内も就寝モードになっていました。一応読書灯がどんぐらい明るいか確かめたんですけど、思ったほど明るいので、あんまりこれ使うのは他のお客さんに迷惑にならないかもしれませんが、私は使えるのを控えました。多少仕事残っているのをこなして、で私もぼちぼち寝る準備をしました。依然2時間ほど遅れています。カナダは日が長く8時とか9時まで明るいんですけど、その分日が落ちると一気に暗くなります。当たり前ですけど。そしてこのザ・カナディアン号スリーパークラス以外のエコノミークラスにはシャワーがないので、これが一番大変でしたね。4日間シャワー浴びれないので、私は一応こういうアルコール除菌シートみたいなものを持ってきて体を拭くなどしておりました。夜10時前には完全にもうお休みモードといった感じで、寝てるお客さんもかなりいました。私も枕とアイマスクをセットして寝る体勢です。一応普通の口のマスクもしました。でさっきからチラチラとお子さんが映ってるんですけど、途中の駅から子供連れの家族が乗ってきて、まさかこんな夜行列車に子供を乗せないような、途中で降りるようなと思ったら、結局この次の次の日ぐらいまでいましたね。周りを見渡すと結構な数のお客さんがこのように完全に横になって寝ていたので、そっちの方が楽なのかなと思って私もいろいろと試行錯誤をしたんですけど、結局リクライニングを倒して普通に座って寝るのが一番でした。私にとっては少なくとも。さあそして何時間か寝て目が覚めると朝4時、ホーンペイン駅という駅で休憩していました。夜になる前に乗客にはアメニティとしてアイマスクが配られたんですけど、私はそれは使わず自分で持ってきた少しいいアイマスクを使って寝ました。なのでこのように駅とかを通ると照明が車内に入ってきて結構眩しいんですね。ただ私はそれを気にせずぐっすりと眠ることができました。おはようございます。その後何度か寝たり起きたりを繰り返して、今朝の8時半です。朝からこんな巨大な貨物列車とすれ違い、よくこんな詰めますよね。寝癖が目立ちますが、思ったよりぐっすり寝れたので上機嫌です。車内の冷房が冷たく、だいぶ体も冷え切ってしまっていたので、ちょっと朝だけ贅沢にこちら購入いたしました。その前にラウンジ、こちらに古いカナダの地図があって、これも鉄道旅の旅情をかきたててくれます。そしてこれなんですけど、一応メニューはカップオブスープです。$3.5。ただ実際はカップヌードルみたいな、カップラーメンですね。これがね、とても美味しくて寝起きの体に染み渡りました。これ旅行後にスーパーで見つけたんですけど、1個99セントでした。なので$2.5も割高です。それは仕方ありません。列車内で食べるとそれ以上に美味しさ増し増しです。朝の放送が流れます。放送を担当されている乗務員の方、カナダの第二公用語は一応フランス語なんですけど、とはいえフランス語もきっちり喋れるのはさすがですね。そしてこれはカラーリング的に軍隊の関係する車両なのかな。大量の車両が運ばれていきました。私はこのように眠かったので、寝たり起きたり、起きてる間は仕事をしたりみたいな感じで、割と自由気ままに過ごしました。この日の午前中も前日の夕方に引き続き雲が多かったので、正直そんなに車窓は楽しめませんでしたね。さあそしてここで私が乗っているのとは逆方向へ進むカナディアン号とすれ違い、バンクーバーからトロントを目指している最中です。いや、かっこいいですね。この広い国土の中でこうやってすれ違うと運命を感じます。さあそしてカナディアン号の治安についてなんですけど、結論から言うと良かったです。このように今カナディアン号のすれ違いをパソコンを置きっぱなしにしていってしまったんですけど、特に何かを盗まれるということもなく、私の隣の青年もパソコンとか基本的に置きっぱなしでどっか行ったりしてましたので、エコノミークラスとはいえお客さんの民度はかなり高かったです。休憩中もこのようにガラガラになるんですけど、
特に盗難のトラブルとかは発生いたしませんでした。とはいえ何かあってからでは遅いので、油断しすぎないように貴重品は肌身離さず持っておきましょう。今2日目の午後1時過ぎぐらいです。シウクスルックアウト駅、ちょっと読みわかりませんが、そういう駅に到着して、ここでも数十分、20分って言ってたかな、休憩があります。本来30分休憩だったんですけど、20分の休憩に短縮されてます。というのもやっぱり昨日からの遅れがさらに伸びて、今2時間遅れになってます。ちょうどこの駅周辺は割と街になってて、なんか乗客の何人かはあそこの前に見えてるコンビニなのかドラッグストアなのか分かりませんが、ああいうお店で買い物をできたりもできます。特に改札とかそういうのはないですね。もう列車から降りてすぐに市街地といった感じです。銀行とかもあるんだ。CIBC は私が住んでいるトロントにもあるカナダでトップクラスの大手の銀行なので、普通に街です。で、列車に乗ってると基本的にずっと県外なので、こういう比較的街のある駅に着くと、ネットが久しぶりにつながって連絡取れたり、物を調べられたり、 Google マップで現在地を確認できたりできます。昨日からなぜかこの機関車の先頭に行くなって言われてるんですけど、こっから回って見る分には問題ないでしょう。多分駐車場からちょっと回って先頭の部分を見ようと思います。この緑と黄色のカラーリングがかっこいいです。休憩のたびにこのように燃料を補給しています。ぼちぼち戻んないとまずいかな。この前の歩いてるおじいちゃんも見に来ました。やべえ、走り出した。この2両の機関車で十何両ものこの長大編成を引っ張ってるんだから、ものすごいパワーですよね。 Google マップで調べたらこの街はスールックアウトというそうです。まだ外で休憩してる方は結構いるんですけど、私はぼちぼち中に戻ろうと思います。2日目のお昼ご飯も当然パンです。もうだいぶ慣れてきました。さあ、そしてこのスールックアウト駅なんですけど、ここはもうトロントから1時間の時差があります。カナダ国内にはいくつかのタイムゾーン、つまり国内で時差が存在するわけなんですけど、トロントがあるオンタリオ州の東側はイースタンタイムゾーン、そしてこのスールックアウトは同じオンタリオ州なんですけど、時差が発生してセントラルタイムゾーン、もう一つ西へ行くとマウンテンタイムゾーン、そして最後バンクーバーまで行くとパシフィックタイムゾーンと、バンクーバーとトロントでは3時間の時差が生じております。コーヒーは3ドルでした。展望車両が寒いので何か温かいものが欲しいなと思い売店で買いました。実際展望車両寒かったのでちょうど良かったです。このようにだらっと車窓を眺めるいい午後の過ごし方です。この時間帯はガラガラでしたね。で、車窓からこのように水辺がかなり見れるんですけど、カナダの有名な動物ビーバーがこういった池とか沼にいるそうなので探したんですけど、なかなか見つからなかったですね。午後の時間帯は皆さん展望車両へ行ったりラウンジへ行ったり思い思いの時間を過ごしていました。さあ、そしてここでトンネルがあって珍しいなと思ってカメラを回したんですけど、実際カナダは日本と違って狭い国土に無理やり山をぶち抜いて線路を敷く必要がなかったので、トンネルの数自体は少なかったんですけど、それでもたまにあるトンネルはああやって岩山を無理やりくり抜いたみたいなゴツゴツとした昔からのものを使っているような感じがしました。さあ、そしてここでちょっと皆さんお聞きしたいんですけど、ところどころこういった古い電柱みたいなものが半分地面に埋まってるみたいな光景をよく見たんですけど、これってどういうことなんですかね。もしご存知の方がいらっしゃいましたらコメント欄などで教えていただけるととても嬉しいです。さあ、そして夕方になると雲の切れ間から太陽の光が差してきて天気も良くなってまいりました。この時間になると展望車両も人が多く賑わってきましたね。カナダのこの辺りは、内陸部なんですけど、海はないですが湖がよくあるので、こういった湖のほとりに港町が発展しているといったようなケースをよく目にしました。先頭のディーゼル機関車の熱気かなんかでもやっとしているのが見えます。ちょっと展望車両窓が汚いのが難点ですね。もうちょっと綺麗に清掃していただけたらとても嬉しいのですが、難しいのでしょうか。ここで線路が2つに分かれました。こうなるとおそらく貨物列車とのすれ違いです。もうだいぶ慣れてきました。線路が増えたら貨物列車との連絡待ちかなみたいな感じで、上空に飛行機が飛んでますね。飛行機だとトロントからバンクーバーまでは4時間ほどで行けます。鉄道で100時間かけて行く人はほとんどいません。さあ、そして対向の貨物列車、もう本当にカナダの鉄道は貨物列車ありきなので、我々旅客列車はこのように貨物が通るたびに待つことになります。たまに逆のパターンもあります。カナディアン号が走行して最高の貨物を待たせるというパターンもわずかながらですがありました。
このように小さな駅を飛ばしていけます。この駅も一応時刻表には載っていたんですけど、基本的に乗客の乗り降りなどがないところは飛ばしていけます。ディーゼル機関車から吐き出される煙が見えます。こういったものは後ろの方の高級な席からは見えませんという虚勢を張っておきます。2日目の夕食です。この日も当然パンです。何か今線路をまたぎましたね。何の線路でしょうか。再び展望車両で車窓を眺めていると、私と同じように一人で乗っているおじいさんに話しかけられました。その方は鉄道旅行がお好きなようで、なんと自宅のあるアメリカ合衆国のフロリダ州からバンクーバーを経由して鉄道だけでお孫さんに会いにシアトルへ向かうというのです。しかもエコノミークラスというのですから、とんでもないタフさ。さらに野球にも精通しており、なんと日本の偉大なる野球選手王貞治を知っているというのです。一緒に楽しくお話をしたり動物を探したり、私の拙い英語にも付き合ってくださりありがとうございました。そうこうしているうちに日が沈み、オンタリオ州からマニトバ州に入り、主要な駅ウィニペグ駅に近づいてまいりました。ウィニペグはカナダの小麦生産の中核的な都市らしいので、この立派な施設もそういった関係なものでしょうか。この辺りになるとだいぶ街らしくなってきて、トイザラスとか大型ショッピング施設なんかも窓から見ることができました。この大きな川、レッド川を渡るとすぐにマニトバ州の州都ウィニペグの街中です。とても大きな街。トロント以来ですね、今回の旅では。高層ビルも建っています。さあ、この駅では本来は2時間ほどの停車なんですけど、30分に短縮されて休憩です。窓から見えるのはカナダ人権博物館。面白い形の建物です。ウィニペグはこれまでの駅と違って完全に旅客に特化したような駅ですが、ディーゼル機関車が待機しています。ゆっくりと入線。もう夜10時過ぎてるんですけど、多くのお客さんがこのように降りています。やっぱり皆さん外に出たいんですね。ずっと車内いると、特に我々エコノミークラスだとしんどいですもんね。せっかくだからちょっと外出てみようと思うんですけど、30分しか停車しないので、迷子になったらもう一貫の終わりですので、本当に気をつけて散策しようと思います。少しだけ。これがおそらくウィニペグのユニオンステーションですね。だいぶ立派なドーム、東京駅の丸の内口みたいな、こういうドームはどこにでも世界共通です。なんか降りたらやっぱ暖かいですね。多分ウィニペグが特別暖かい街っていうわけではないんですけど、車内がもう冷房きつすぎるので、だから外に出るともわっとした感じで暖かいです。この iPhone のカメラの性質上、若干実物より明るく見えてるっていうのはあるんですけど、それを差し引いてももう夜10時過ぎてるのに結構明るいです。ビニペグの空は。昨日からずっと走ってたオンタリオ州は、どっちかというと湖とか水辺がすごい多かったんですけど、ここマニトバ州は、車窓からも先ほどから、映している通り、ちょっと草原というか平原が多めなんですね。だからかも分かりませんが、この辺はもうカナダの中でも小麦の栽培が非常に盛んな地域だそうで、このウィニペグという町はその小麦の輸送拠点として随分発展したそうです。人口もこのウィニペグ市は73万人ぐらいで、結構大きい都市ですね。さっきなんとなくウィキペディア見せたら、東京都の世田谷区と姉妹都市だそうです。私は世田谷区の学校に通っていたことがあるので、非常に親近感が湧きました。確かに人口も同じぐらいですかね。世田谷はもうちょいいるかな。でも世田谷90万人ぐらいかな。でも大体同じような感じです。ちなみにこのウィニペグのウィニーザプー、熊野プーさんを英語でウィニーザプーって言うらしいんですけど、そのウィニーザプーのウィニーはウィニペグが由来だそうです。このちょっと変わった形の建物がカナダ人権博物館という、さっきも車窓から見えた建物で、これはカナダのお札にもなっているものです。これがウィニペグサインとカナダ人権博物館で、ここにも CN と書いてあるので、これはカナディアンナショナル鉄道のなんか施設でしょうか。よし、これで時間もないので駅に戻ります。あとここにマハトマ・ガンジーさんの像があります。多分ここがカナダ人権博物館なので、そういう人権活動をした偉人ということで飾られているんじゃないかなと思います。橋の上にザ・カナディアン号が止まっているのが見えます。とりあえず駅の近くまで戻ってきました。近くの席に座っている人と、合流できたので、最悪彼らについていけば乗り遅れることはないと思います。でエコノミークラスなんですけど、
私正直言って英語があんまり聞き取れないので、アナウンスとかも半分ぐらい何言ってるか分かんないんですね。ただなんか例えば今回みたいに本来2時間停車のところをアナウンスでちょっと緊急で30分になりますっていうのを、放送してるんですけど、だいたい乗客のうちなんか明るいおじさんとかが今度30分止まるらしいぜみたいな感じで乗客にすごいそのお客さん同士で情報を共有してくれるので、非常にありがたいですね。助かってます。ウィニペグ駅戻ってきたんですけど、ここでもう一度入場の列に並ぶ必要がありました。おそらくこの駅で降りた方の席を整理したり、そういった時間だったと思います。15分ほど待って再度列車へ。もうすぐにやることもないので歯を磨いて、でちょっと車内冷房きつくて乾燥するので、家から持ってきたこのニベアを塗って保湿をしっかりとして寝ることにしました。まだウィニペグ出発してすぐなので街の明かりが窓から漏れてきます。しかしこのアイマスクをすれば大丈夫。もうウィニペグ少し行くと窓の外ももう何も見えません。それほど何もないところを走っているのだと思います。おはようございます。3日目の朝午前4時半です。もうすでにマニトバ州からサスカチュワン州へ入っていますが、タイムゾーンの変更はありません。もうすでに起きてるお客さんいますね。私もせっかくなので展望車両へ行って朝焼けを眺めようと思います。同じような考えの方がすでに1名いて、私は2番目でした。とはいえほぼ貸し切りのこの展望車両からどうですか、この後方にずっと長く伸びるカナディアン号とこの朝焼け。ちょっとまだ色が薄いですけど、だんだんとオレンジ色に染まってきます。素晴らしいですね。水辺に反射する朝焼け、夕焼けが私は一番好きです。太陽の頭がちょろっと見えてますね。だんだんと日が昇ってくる様子をこの列車の中から眺める贅沢です。窓が汚いのはもうどうしようもないので諦めましょう。ピントが合わないんですよね。窓に汚れがついてると。わあ、これはとても綺麗ですね。肉眼で見たらもっと綺麗ですけど、ちょっと皆さんにこの素晴らしさを窓の汚れのせいでお届けしきれないのが残念です。果てしない草原が続き、オンタリオ州とは景色がまるで変わったことがお分かりいただけると思います。さあ、そして列車は減速して、例によって貨物の拠点を備えたメルビルという町の駅に到着です。もう列車の中で2晩明かしたのでだいぶ体が痛くなってきましたが、ここがようやく折り返し地点になります。朝の5時半だというのに皆さん一目散にタバコを吸っています。元気ですね。メルビルという駅で10分間の停車です。朝日を浴びて輝くカナディアン号はかっこいいです。ちなみにこの周辺少し特殊で、サマータイムの関係で冬場はトロントと時差が1時間しかないんですけど、今の時期は2時間あります。なんででしょうね。私は眠かったのでもう一度寝ます。2時間ほど経って目が覚めると、もうすでに窓の外はだいぶ明るくなっていました。売店で再びカップラーメンを頼みました。昨日はベジタブルかチキンどっちがいいって聞かれたんですけど、この日は問答無用でベジタブルを渡されました。サスカチュワン州もこの辺りは全く電波が入りません。民家もほとんどないので問題はないのでしょうか。このように見どころがあると乗務員さんのセルフ車内チャイムでお知らせしてくれます。ビーバーボーっていうのが面白くて、乗客の間でもちょっと流行ってました。ここはサスカトゥーンという、なかなか大きな町の駅なんですけど、ここも本来1時間停車が30分停車に短縮されました。ちょっと汚い話で申し訳ないんですけど、もう丸2日以上シャワーを浴びてないので、結構頭とか痒くなってきましたね。ここでも機関車にエネルギーを補給しています。引っ張ってくださってありがとうございます。ちなみにこのサスカトゥーン駅では前日2時間半ぐらい遅れがあったのを40分まで短縮しました。この貨物列車、こんなところに落書き、誰が書くんでしょうね。さあ、サスカトゥーン駅を出発と思いきや、なんと後ろ向きに出発しています。これはおそらくなんですけど、貨物で線路がたくさんあるので、一旦ホームのある線路に入って、そしてまた戻って別の線路に入り直してこのまま進むということだと思います。かなり複雑なたくさんの線路。サスカトゥーン駅を出るとこのように快調に飛ばしていきます。この辺りは何かの工場ですよね。何か産業をやっている気配がありますが、詳しくは分かりません。
窓の外見ると牛とか結構動物をよく見ました。いいですね。こうやって黄昏るのもたまにはいいかもしれません。綺麗な緑と青。コーヒーをまた前日と同じ3ドルで買っています。これはすごいなんか草原のオアシスみたいな感じの水たまり。これも何かの畑ですよね、さすがに。このように綺麗に葉っぱが整えられているので、何かを栽培しているんじゃないかなと思います。実際何を取っているのかよくわかりません。小麦とか。こういう時農業を知ってるともっと車窓が楽しくなるんだろうなと思います。これも湖みたいな砂浜がありますね。これも牧場、牛がたくさんいます。ここには馬。この辺りでサスカチュワン州からアルバータ州に入り、マウンテンタイムゾーンに移動してきました。アルバータ州に入って最初の停車駅、ウェインライトステーションです。駅舎が結構いい感じですね。絵になるような建物です。この車内チャイムが流れたということは、そろそろ見どころがあるはずです。これです。ファビアン・トレッスルブリッジという100年以上の歴史がある橋だそうです。この川を100年以上昔に作られた橋を渡って、素晴らしい景色。いいですね。カナダの自然は美しい。さあ、そして久しぶりに動画では登場バナナ。毎日食べております。これが最後の1本でしたね。パンよりも先にバナナの在庫が尽きてしまいました。車内での貴重な栄養源、しっかりと噛みしめて味わいました。これは何かの工場でしょうか。面白い形の構造物です。太陽がキラキラと反射して眩しいですね。車に颯爽と追い抜かれていきます。乗務員さんが掃除機をかけてくださいました。こういった衛生サービスがあるのは嬉しいですね。ビーバーをじっと目を凝らして探しますが、なかなか出会うことができません。これは何を運ぶのかは分かりませんが、面白い形の貨物列車ですね。西日が車内に差し込んできます。もうだいぶアルバータ州の州都エドモントンに近づいてきたので、大迫力の工業地帯やビル群が見えてきました。このノースサスカチュワン川を渡るとエドモントンの市街地中心部です。エドモントンは都市圏人口130万人を誇るかなり大きな都市です。このように高速道路もエドモントンに向かってたくさん伸びていきます。いいですね。久しぶりの大都市の景色と、ここで再び対向のカナディアン号とすれ違い、カナディアン号じゃない別の列車だったらすいません。これ2両目の機関車が我々が乗っているカナディアン号の黄色いものとは違いますね。編成ごとにそういった違いがあるんですね。いやしかし何度見ても見とれてしまうこのカナディアン号、西日を反射して颯爽とエドモントンを抜けていきます。かっこいいです。いい旅を。さあ、そして昨日に引き続きまた夕日が美しいですね。渡辺謙の沈まぬ太陽のポスターみたいな綺麗なまん丸の太陽。これを見るならやっぱり展望車でしょうと思って来たんですけど、思いのほか他のお客さんはいませんでした。まあそれはこちらにとって好都合。あちこちと席を移動しながら眺めることができます。さあ、そしてこれ面白いのが、もうエドモントンの貨物ターミナルみたいなところに入ってるんですけど、左右をコンテナをたくさん積んだ貨物列車に囲まれながら夕日を見つつゆっくりと進んでいきます。まず日本ではこんな体験はできません。一般人はなかなか貨物駅の中に入れないと思うので、これもカナダならではの貴重な体験でした。すごい左右大量のコンテナに囲まれながら、たまにちらっと夕日に照らされて、このザ・カナディアンの展望車両貸し切り状態です。太陽の光に照らされてカナディアン号の車体の天井部分やレールがオレンジ色に染まって美しいです。本当に雲一つない快晴。この映像は窓ガラスにスマホのカメラをビタッとくっつけて撮っているので、極力反射や汚れの映り込みを排除しているんですけど、このシーンでは残念ながら思い切り映ってしまっています。難しいです、撮影は。蛇のようにくねくねと車体をくねらせて進むカナディアン号。エドモントン駅に到着いたしました。この駅では本当にかなり多くの半分ぐらいのお客さんが降りていかれました。トロントからずっと私の一つ前の席に座っていたフランス人の青年もここで降りていきました。長旅お疲れ様でした。アルバータ州のエドモントンに到着いたしました。エドモントン駅は1時間20分遅れでした。
だいぶ昨日2時間半とか遅れてたんで、だいぶ巻き返しましたね。エドモントの高層ビル群が見えております。明日の、未明にジャスパー国立公園の最寄り駅、ジャスパー駅というところに行くんですが、エドモントからジャスパーにかけてぐらいからいよいよこのカナディアン号の一番の見どころ、カナディアンロッキーの区間に差し掛かります。なのでさっき、私ほぼ貸し切りで貨物駅の中を夕日眺めてたんですけど、明日のそのロッキー山脈の区間もその展望席をなるべく早いうちに席を確保したいので、ちょっと今日はこの後もう早く寝ようと思います。早くって言ってももうこの明るさで夜10時過ぎてるんですが、急いで寝て明日早起きして展望台いい席で明日のロッキー山脈に差し掛かりたいと思います。私は一足先に車内に戻りました。もう一度展望車へ行ったらマジックアワーでとても綺麗でした。エドモントンで大勢のお客さんが降りたのに加え、多くの方が休憩で外に行ってしまったので、この車両貸し切りになってしまいました。今ちょうど静かですし、車両も今停車して落ち着いているので、今のうちに明日のロッキー山脈に備えて寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。カナディアンロッキーに差し掛かる4日目の朝は狙い通り午前4時に目が覚めました。というのもやっぱりエコノミークラスは寝心地が、お世辞にも良くはないので早く目が覚めがちです。展望車両一番乗りかなと思ったんですけど、実はもう一人先着の方がいました。私は2番目でした。全然先頭の座席が取れたので問題ありません。何度も言っておりますが、展望車両はとても寒いのでブランケットとあと一応枕も持ってきました。月が綺麗ですね。ほぼ満月だったんじゃないかな、この日は。30分も走るとだんだんと東の空が赤くなってきます。私の乗っているエコノミークラスでも20万円30万円払うスリーパークラスでもこの素晴らしい景色を等しく見れるのだと思うと、なんだか少しお得な気がします。もちろんエドモントンからジャスパーまで乗るとか、ジャスパーからバンクーバーまで乗るとか、部分的に乗車してカナディアン号を楽しむこともできます。月光が水面に反射してキラキラととても素晴らしいです。そして遠くにカナディアンロッキーの山々が見えてきました。正面は山なんですけど、後方を振り返るとこれはこれで素晴らしい朝焼けと、前後ろどちらを見ても素晴らしい景色を見たり写真を撮ったりするのがとても忙しかったですね。もちろんいい意味でです。朝日を浴びてピンク色に染まる岩山、私は今までの人生でこういった色の山を見たことがないのでとても感動しました。本当に大変な思いをしていますけど、カナディアン号に乗ってよかったなと心から思いました。天気が晴れてくれたのが何より嬉しかったですね。これは私がトロントに住んでいるメリットなんですが、乗車の1週間前ぐらいに天気予報でジャスパーやバンクーバーが晴れるのを確認してからチケットを買ったんですが、とはいえ予報通り晴れてくれたので、本当に嬉しかったです。朝の景色を眺めているとあっという間に2時間半経ちました。ジャスパー駅に到着しました。先頭2両の機関車を今取り外してますね。理由は分かんないですけど、そのせいか客車内も電源も全部消えてコンセントも使えなくなりました。いいです。ちょうどここで今6時45分なんですけど、2時間ほど休憩で次9時に乗車開始です。で9時半出発かな。だから本当に 3時間ぐらいここで泊まります。久しぶりっていうか、今回いろいろ遅延で休憩が短縮されたりとかあったので、初めての長期休憩になります。このジャスパー3日目の朝です。ジャスパーすごい天気いいのは嬉しいんですけど、結構寒いですね。やっぱこういう山の地帯なので、今気温調べたら7度でした。寒いです。そして2時間も別にやることないのでどうしようかなと思って、近くに、ジャスパーっていうのはジャスパー国立公園のその旅行する拠点の町みたいな、そんな感じなので、上高地を旅行する際の松本市とか飛騨市、高山市みたいな、そんな位置づけです。ジャスパーで降りる方はとても多かったですね。私の隣の席のチェコ共和国の青年ともついにここでお別れです。ちなみに彼は WBC ワールドベースボールクラシックのことは知りませんでした。駅舎内もこれから観光に行くんだぞという気持ちをかき立ててくれるとても素晴らしい雰囲気でした。さすがジャスパー駅はとても雰囲気がよろしいです。山小屋みたいな。飲食店もたくさんあります。
ここに古い蒸気機関車が展示されています。こういうのが置いてあるってことは日本もそうなんですけど、大体は昔から古くから鉄道が通ってて、でこういう蒸気機関車がバンバン走っていた鉄道の拠点の街なんだなと思います。我々の乗ってるザ・カナディアンのディーゼル機関車はここにいました。あともう一個こっちも、これも現役のやつなのかな。形は私が乗ってるやつとほとんど一緒に見えます。なので待機中のやつかな。この辺キャンピングカーみたいなのが結構止まってるんですけど、こういうところキャンプしに来たら絶対楽しいですよね。ここまっすぐ行ったら一応 Google マップでは国立公園の入り口っぽいんですけど、歩いて行ってもどこまで行けるかよくわかんないですよね。一応こういう案内があって、こっちジャスパー駅のことが 300m、 なんかいろいろキャンピングなんとかとかロッジとか書いてあるんですけど、どれも 2.9 キロ4キロ、ちょっとこれはきついな。またいつかレンタカーかなんかでこういう国立公園はゆっくり来ようと思います。せっかく来たのにもったいないけどな。めちゃくちゃ寒いですけど、やっぱり空気が澄んでてとても気持ちいいですね。言葉ではうまく表現できないんですけど、ここに漂う空気がもう山とか森とか自然の匂いがします。日本でも田舎町とか、私の祖父母の家とかも相当田舎にあるんですけど、そういう田舎町に来たような独特のいい匂いがします。で、私トロントにワーホリで住んでも半年ぐらいになるんですけど、カナダのこういう大自然来たの初めてなんで、やっぱカナダって改めていいなって思いました。ずっとトロントにしかいなかったので、やっぱカナダといえばこの自然だよなと思って、改めて魅力を知りました。カナダのすごいな。こんなに大量にコンテナを積んで2両のディーゼル機関車がまた山間部を抜けていきます。こういう貨物列車の運転手さんってもうこういう絶景見飽きてんのかな。これを何往復も何往復もしてたらどうなんだろうな。外国のアクション映画とかでよくありますけど、こんぐらいのスピードの貨物列車だったらああいうところに飛び込んで連れてってもらうこともできそうですよね。いや、ようやく行った。かなり長かったですね。駅出発してばっかなんでスピードが出てないっていうのもあるんですけど、12分リアルに待ちました。なんで12分分かるかというと、最初にディーゼル機関車の動画撮った時にの時間から、逆計算して12分でした。そういうのが分かるのはスマホ本当に便利だなと思います。時間が分かるのがね。もう本当にめちゃくちゃ車待ってるな。日本だとよく主要な駅だと列車が多すぎて開かずの踏切っていうのが、問題に一昔前とか、今でもなってるとこあるんですけど、カナダはもう逆で編成が長すぎて開かずの踏切になってますね。また日本とは違う理由で面白いです。このジャスパーステーションは1926年に建設された、やはりかなり歴史のある建物でした。もうそろそろ100年ってところですね。ギフトショップなどもたくさんありますが、この時間はまだ営業していなかったですね。遠くの山と一緒に撮るとジャスパー駅がますますかっこよく見えます。ジャスパーは銀行の支店もおしゃれですね。駅前の飲食店はまだ朝早すぎてやってる店少なかったので、スタバに行こうと思うんですけど、駅から約2キロと地味に遠いので、ちょっと時間もったいないから走ってます。ただ一直線なので道は分かりやすいです。ありました、スターバックス。3日ぶりにパンとバナナとカップラーメン以外のものを食べました。とても美味しかったです。それじゃあぼちぼち列車に戻ります。列車旅もすごく面白いんですけど、こういうモーテルみたいな宿泊施設に車で乗り付けて泊まって大自然に繰り出していく観光も楽しそうです。これ日本の寝台特急カシオペア号に似てますよね、最後尾。さあ、そして駅に戻ってきました。古いカナダの鉄道駅の絵が展示してあるんですけど、ジャスパーはやっぱりできた当時のものをそのまま使ってるんですね。旅の出発地点トロントのユニオンステーションもほぼ100年前から姿を変えていません。例によって再び乗車の列、この駅から乗る方もたくさんいらっしゃいます。ちょっと日差しが眩しいので駅舎の中戻ってきました。
これ熊の剥製、大迫力ですね。大自然は素晴らしいですが、熊との遭遇は避けたいものです。これが動画の冒頭で申し上げたカナディアン号の編成の一覧です。スリーパークラスがたくさんあります。よく埋まりますよね。20万円以上するのに。最後尾はパークカーというんですね。これはおそらく100年以上前のカナダの移民促進ポスターですね。カナダに引っ越して農業をやって暮らしませんかみたいなポスターだと思います。一番右のポスターはイギリス人向けのものだと思われます。昔からカナダの鉄道の売りはこのカナディアンロッキーだったんですね。当時は蒸気機関車。駅の前に蒸気機関車が展示してあったのも納得です。これは今の最後尾パークカーの原型っぽいですね。昔から鉄道旅の楽しみ方は変わりません。ジャスパーからバンクーバーまでも結構多くのお客さんが乗ってきましたね。午前9時50分にジャスパーの駅を出発。時刻表だと9時半なので、もう20分まで遅れを短縮してきました。ここからがいよいよカナディアンロッキーの本領発揮といった区間に入ります。約3時間の休憩を終えて2両のディーゼル機関車も気合十分です。さあそしてゆっくりとレールを曲がり見えてきました。大迫力の山々。山も素晴らしいですけど、この木もすごいですよね。もう画面ほとんど真緑。すごく目に良さそうです。川もなんか緑なんですよね。これは特殊なレールの上を走る自動車、整備用だと思います。再び展望車両に移動してきました。実は少し出遅れてしまい最前列は取れませんでした。しかしこういった場所では譲り合いが必要です。たまには後ろで見ましょう。まるで鏡のように美しく反射しています。貨物列車も空気を読んでくれ、比較的景色が落ち着いているところですれ違い、本当に想像以上に綺麗な景色で感動です。これなんか自動車の CM で使っても良さそうな道ですよね。このなんか山肌がすごく緑で、なんであんないい色なんですかね。6月上旬はまだ頂上の方雪も残っており、まるで写真映えを意識したかのようなカラーリング。鉄橋も絵になります。川の色も相変わらず緑です。長野県と岐阜県の県境にある上高地の梓川も同じような色をしていますよね。どういった仕組みなんでしょうか。岩山を線路を敷くためだけに切り開いたような、そういった地形を走ります。線路を敷き、このような壮大な景色を見させてくれた先人たちに感謝です。皆さん交代交代で前面の窓ガラスにスマートフォンをビタッとくっつけて撮影していました。この辺りでは右側の方が岩山が多く見られて綺麗な景色でした。私は左側の列に座っていたので、このようにズームをして撮ったり、あとは後方を振り返って見たりして楽しんでいました。このおじいちゃんが撮っているこの山、これかどうかは正直分かりませんが、この辺りの山がマウントロブソンといってカナディアンロッキーの最高峰3954メートルの山があります。これ分かりますかね。トンネルがもう本当に山に穴を開けただけみたいな、とても古いタイプのものなんじゃないでしょうか。今車内放送しているので、もしかしたらこの映っている山がマウントロブソンかもしれません。私が座っている進行方向左側は、右側と比べると割と景色が落ち着いていましたが、このように自動車と並走したりするのも見れましたし、左右どちらが絶対いいっていうのは一概に断言するのは難しいです。ただどちらにせよ展望車両に乗っていれば前後左右どの景色も楽しむことができるので、この区間は絶対展望車両来た方がいいんじゃないでしょうか。ただやはり皆さん同じような考えで来るので、なるべく早めに席を確保することをお勧めします。この区間の見どころの一つ、ピラミッドフォールズ、水しぶきまでよく見えます。これがあるから私は左側に座りました。何かが潜んでいそうな池。さあそしてここで鉄橋を渡り川をまたぎます。これがノーストンプソン川。この川を皆さんぜひ覚えておいてください。ここで私は自分の席へ戻り、お昼ご飯パンを食べます。ランチを済ませぼーっと窓を眺めていると、なんとここでロッキーマウンテニア号というカナダの豪華列車とすれ違いました。この列車はカルガリーやバンフ、もしくはジャスパーといったところからバンクーバーまでを結ぶ完全にカナディアンロッキーの区間に特化した列車のようです。いつか乗ってみたいですね。しかし私のカナディアン号も負けず劣らず素晴らしい列車であることに変わりありません。昨日に引き続き3ドルでコーヒーを買い、コーヒー片手に車窓を眺めます。ここで先ほど一度またいだノーストンプソン川と再び出会いました。実はこの川とこれからバンクーバーまで一緒に並行して旅をすることになります。要は昔技術が低かった頃、川に沿って鉄道を敷いていたのだと思われます。
展望車両にいる間ずっとスニーカーを履いて足が蒸れて臭くなったので一旦リセッシュをします。こういった配慮も大事です。さあこのノーストンプソン川、途中でサウストンプソン川と合流してトンプソン川になり、最後は再びフレーザー川に合流してバンクーバーまで注ぎます。いずれの川も人の名前から取られています。カナダやアメリカなど北米は人の名前を付けることが多いですよね。ヨーロッパもそうかな。日本だとなかなか鈴木川とか田中山とかないですもんね。川が大きく蛇行し、鉄道は橋を使ってその上をまたいでいきます。よくもまあ100年ぐらい前にこんな鉄道を作りましたよね。本当にすごいと思います。川が右へ行きました。この後何度か川は右左を行ったり来たりします。遠くに噴水が見えますね。この辺りから再びビーバー探しに夢中になります。こういった水辺を見つけてはじっと目を凝らすんですけど、結論としては一匹も見つけることができませんでした。もうこればっかりは仕方ないですけど残念です。心残りですね。ちなみにエドモントンとジャスパーでほとんどのお客さんは入れ替わりました。この辺りも依然としてインターネットの圏外なんですけど、こういったところに住んでる方は気になんないのかな、どうなんでしょうか。このグラウンドみたいな広大な土地、これも畑なのかな。何やら作業をしているディーゼル機関車とすれ違います。これも貨物列車。ちなみに言い忘れていましたが、ジャスパー駅を出発して割とすぐアルバータ州からバンクーバーのあるブリティッシュコロンビア州に入ってきました。馬が美味しそうに草を食べています。これは牛ですね。牧場も山を下ってだいぶ増えてきました。さあ私は最後の晩餐ということで残り2つのパンを食べます。これが最後の1個。12個あったのにもう最後、感慨深いですね。楽しかった旅行の思い出に浸りながらパンを食べます。残った袋はこのようにゴミ袋として活用しました。 S 字フックは日本から持ってきたものです。カナダって S 字フック売ってないんですよね。あんなに便利なのに。もうロッキー山脈といった感じではないですが、それでも山が続きます。ブリティッシュコロンビア州。さあそしてここで先ほどもすれ違ったロッキーマウンテニア号。ここで今休憩中の車両ですね。これが先頭か。かっこいいですね、機関車も。こんな車両基地があるということは、もうすぐ近くに大きな駅があります。最後の途中停車駅、ブリティッシュコロンビア州のカムループス駅です。ここで休憩中に一人の女性に話しかけられました。どうやらトロントからバンクーバーまでエコノミー車両で乗り通している方は、その女性と私が2日目に話したフロリダからバンクーバー、シアトルまで全部列車で行くおじいちゃんと私の3人だけのようです。私がもうとにかく今すぐシャワー浴びたいですって言ったら、その女性も間違いないねみたいな感じで笑ってました。このカムループス駅を過ぎたあたりでノーストンプソン川とサウストンプソン川が合流してトンプソン川になります。大きな川ですね。この池はどうなってるんでしょうか。なんか水の上に草が浮いているように見えるんですけど、なんかよくわかりませんが面白い色になってます。この崖もすごいですよね。ロッキー山脈の区間は終わったとはいえ、雄大な自然は相変わらず。ここでトンネルに入るかと思いきや、トンネルがあるのは隣の線路だけでした。このトンネルの壁にも落書きが。どうやって書いたんですかこれ。線路に侵入しないと書けないですよね、あんなの。しかしもう一度今度は本当にトンネルがありました。ここはカムループス湖といって大きな湖になっていますが、トンプソン川の途中にあります。トンプソン川がずっと流れていて、途中だけこのように大きな水たまりになっているみたいなイメージです。人工物ではなく自然の湖だそうですね。面白いですね。なのでしばらくはこの大きな湖に沿う形で列車は走ります。夕日がキラキラと湖の水面に反射して綺麗です。だんだんと日が落ちてきました。カムループス湖の縁は不規則なので、このように列車はくねくねと途中でトンネルをいくつかくぐりながら進むことになります。山や川が夕日に照らされてオレンジに染まります。この旅で何度も美しい夕焼けや朝焼けを見ましたが、それが何度も見れるほど天気が良かったことは幸運でした。もうすでに湖から川に戻っています。トンプソン川。ここで鉄橋を渡ります。この辺りでも相変わらず川は蛇行しているので、何度か列車は鉄橋を使って渡ったりしています。私の前の席の方も私と同じようにずっと窓の外を眺めて、時たま写真を撮ったりしていました。それだけ美しい景色でした。ここもすごいですね。水の中に飛び込んだら逆の世界に入り込んでしまうかのような綺麗な反射。ドラえもんでそんな秘密道具がありましたね、そういえば。上から赤、緑、青と綺麗に3色並んでいます。
この地層もすごいくっきりと分かれています。ここもすごいな。上を歩いたら崩れてしまいそうです。この辺りになるとバンクーバーの都市圏が近づいてきたので、貨物列車とよくすれ違います。これ最初目の錯覚かと思ったんですけど、要は離れたところの線路を対向の貨物列車が走ってるんですが、最初貨物列車が空を飛んでるのかと思いましたね。不思議な感覚でした。前方も反り立つ壁のような険しい崖になっています。これ列車の外から写真撮っても絶対かっこいいですよね。あとここで初めて後方を振り返ってカナディアン号の長い編成を見てみました。Our typical arrival into Vancouver is 8 o'clock, but we could be arriving tomorrow morning as early as between 4:30 and 6:30 in the morning. なんて言ってるかよくわかりませんでしたが、おそらく明日の朝バンクーバーに何時に到着しますみたいなアナウンスをしているのだと思います。さあまだ外は若干明るいですが、もう夜の9時45分です。私は寝ることにしました。もう車内での睡眠は慣れたもんです。途中2時過ぎぐらいに目が覚めて少し窓の外見たんですけど、やっぱりところどころ明かりがあって、もうだいぶ街に降りてきたのだなと感じました。バンクーバーまではあとわずか、もう一眠りしようと思います。おはようございます。カナディアン号最後の朝は午前4時40分。目が覚めたらもうバンクーバーの都市圏でした。日産の店舗も見えます。この旅で何度もすれ違ったカナディアンナショナル鉄道の貨物列車と最後のすれ違い CN.CA。 バンクーバーの住民が住むマンションも見えます。カナダではコンドミニアムと言います。見慣れない列車がありました。バンクーバーの近郊型列車ウエストコーストエクスプレスというそうです。ウエストコースト、つまり西海岸にとうとう来てしまいました。見慣れた機関車も止まっています。私が乗っているカナディアン号と同じディーゼル機関車。もうここはバンクーバーの車両基地ですね。ここで一旦停車しました。一旦というか、もうこれが後々分かったんですけど、完全にバンクーバーの駅に到着していますね。遠くにバンクーバーのビル群も見えます。最後に名残惜しくて展望車両に来たんですけど、もちろん他に誰もいませんでした。やっぱりいいなと思って展望車両の中をあちこち見ていると、なんかすでにもう降りているお客さんいますね。なぜか理由はよくわかりません。何かアナウンスをしていたんですけど、私は当然理解できず、ただ他のお客さんは相変わらず座席で眠ったりしていたので、もしかしたら早めに到着したんですけど、まだ車内に残っていたい方は残っていいですよみたいなアナウンスがあったのかもしれません。あんだけ賑わっていたラウンジやこの売店も今は誰もいません。ちょっと寂しいですね。大変な旅でしたが、いざ降りるとなると名残惜しさがあります。忘れ物がないかをチェックして4回も夜を明かした 7A、7B の席に別れを告げます。カナディアン号と乗務員の皆さん、ありがとうございました。はい、ブリティッシュコロンビア州バンクーバーのパシフィックセントラルステーションに到着いたしました。現在時刻6時36分です。到着予定が8時だったので1時間半早く着きましたね。途中2時間半遅れぐらいあったんですけど、休憩を削りまくって結果的には早く到着いたしました。ただ実際にはこのバンクーバーの駅に5時過ぎぐらいには着いてたので、そこから1時間ぐらい車内待機があって、今6時半になってようやく乗客が降ろされた。一部のお客さんは早めに出てたりもしてたんですけど、そういうわけで到着いたしましたバンクーバー。このバンクーバーの駅は投炭式になっており、カナディアン号は後ろからバックするような形で入ったので、ディーゼル機関車に近い私は駅舎まで結構歩きました。そして最後にこの最後尾のパークカー、いつかこれにも乗ってみたいなと思います。本当にいい旅でした。カナディアン号。駅舎にたどり着いたらもう乗客の皆さんはどこかへ行ってしまいました。まるで何事もなかったかのように静かなこのバンクーバーの駅。結構皆さん名残惜しくて写真撮ったりとか、あんまそういうのはしないんですね。これはレゴブロックで作られたバンクーバーパシフィックセントラル駅の模型です。すごい忠実に再現していますね。さあ、そして外に出てきました。このパシフィックセントラル駅の駅舎もとてもかっこいいですね。黄色い駅名の看板が青空によく映えます。旅の最後を迎えるのにふさわしい素晴らしい駅舎。この辺りは海も近いので鳥がよくいます。これはカナダでよく見るカナダグースという鳥ですね。体をかきむしっているようですが、私も5日間シャワーを浴びていないのであちこちが通いです。バンクーバー着きました。トロントから約95時間弱、ほぼ100時間の旅でした。感想としては第一にやっぱ楽しかったですね。カナダは日が長いので延々と車窓を眺めてるのも面白いですし、
やっぱり日本だとなかなか長距離列車っていうのも減ってますし、国土的な問題もありますので、こんな100時間とか4日5日連続して一つの列車に乗り続けるということはなかなかできないと思いますので、そういった意味では貴重な経験でした。とても良かったです。あとやっぱカナダならではの大自然の中を列車で行くっていうのもとてもいい思い出になりました。で、他に感想としてはやっぱり車内が寒すぎるので、お客さんの中には冬用のアウターをずっと着込んでいる方もいましたし、もうがっつり掛け布団みたいなのをかぶって寝てる方もいらっしゃいましたので、やっぱりブランケットは持って行ってよかったなと思いました。もっとちゃんとした上着もあった方がいいかなと思ったので、もし乗られる方いたらちゃんと掛け布団の類とか上着を持って行った方がいいかなと思いました。あとはやっぱこれは仕方ないんですけど、シャワーに浴びられないので、もう早く今すぐシャワーもしくはお風呂に入りたいです。この後バンクーバーのホテルチェックインが午後2時で、今まだ朝の7時なので、まだまだ時間ありますので、このちょっと他のお客さんには申し訳ないんですけど、汗臭いこの体とともにちょっとバンクーバーブラブラして、行こうかなと思います。ということで、ザ・カナディアン一言で言うと本当に最高でした。なかなかできない体験で、これを6万円、6万円別に安くはないんですけど、普通の寝台座席だと20万とか30万とかもっとするので、コスパのいい経験になったのかなと思いました。ということで失礼させていただきます。ザ・カナディアン最高でした。ぜひ皆さん興味を持たれた方いたら、お乗りになってみるといいんじゃないでしょうか。何かあればコメントなどいただければ質問、お答え可能な限りでいたしますのでよろしくお願いいたします。ということでご視聴ありがとうございました。